球場に足を踏み入れた瞬間から、どこか異様な空気が漂っていました。ロサンゼルス、ドジャース対ピッツバーグ、パイレーツ、本来なら、いつものように一球を見守るはずのスタンド。しかしこの日は、試合が進むにつれて、その雰囲気が少しずつ変わっていったのです。そして、すべての視線が一人の打者へと集まっていきます。そう。大谷翔平です。打席に入るだけで球場が揺れる。名前がコールされただけで、スタンドから一斉に歓声が飛び出す。しかし、この時点では、まだ誰も知りませんでした。この後、野球の常識そのものを疑いたくなるような出来事が待っていることを、試合序盤、ピッツバーグ、パイレーツの投手は、慎重に大谷翔平と対峙します。当然です。少しでも甘く入れば、一瞬でスタンドまで運ばれる。だからこそ、外角へ、低めへ、そしてボール球を巧みに使いながら、大谷翔平のタイミングを外そうとしていきます。ところが、大谷翔平は、そのわずかな変化を見逃しません。バットが振り抜かれた瞬間、乾いた打球音が球場いっぱいに響き渡ります。いったか、次の瞬間、観客が一斉に立ち上がる。打球は高く舞い上がり、外野へ、そして、そのままフェンスを越えていく。ホームラン。スタンドは一気に爆発しました。しかし、驚くべきことはここからでした。一本だけでは終わらない。次の打席でも、大谷翔平が打席に入る。球場の空気が変わります。観客も、相手ベンチも、そして守備陣も、全員が警戒している。今度こそ抑える。そんな意図が伝わってくる配球。ところが、その一球を大谷翔平が完璧に捉えます。またしても打球が伸びる。外足が下がる。さらに下がる。しかし、届けかない。2本目。信じられない。わずかな時間の中で、再びスタンドが揺れました。それでも、まだ終わりではありません。むしろ、この瞬間から球場全体があるような期待に包まれていきます。もしかして、今日は何か起きるのではないか。そんな空気です。そして、その予感は次の打席でさらに大きくなりました。大谷翔平がバッターボックスへ向かう。観客は立ち上がる。カメラはその姿を追い続ける。投手がセットに入る。一周、球場が静まり返る。そして、投球、大谷翔平が振り抜いた。打球は、またしても高々と夜空へ舞い上がります。外野スタンドへ一直線。3本目。球場は完全にお祭り状態です。まさか、そんな声がスタンドのあちこちから聞こえてくる。しかし、この時点でも、まだ誰も想像していませんでした。この日の大谷翔平が、ここからさらに信じられない領域へ踏み込んでいくことを、1本、2本、3本、それだけでも十分に歴史的な出来事です。ところが、試合はまだ終わっていない。そして、打席も残っている。ここから先、何が起きるのか、観客の誰もが、その瞬間を待ち始めていました。まるで球場全体が、一つの巨大な時計になったかのように、次の打席へ向かう大谷翔平。その背中に、スタンド中の視線が突き刺さります。そして、運命の一球が投じられようとしていました。試合は後半へ。しかし、ここまでの展開を見れば、すでに十分すぎるほど異常でした。大谷翔平が3本のホームラン。それだけでも、観客にとっては一生忘れられない一日になるはずでした。ところが、大谷翔平は、まだバットを置こうとはしません。打席に入るたびに、球場の緊張感が一段階上がっていく。ピッツバーグ、パイレーツ側も、当然ながら簡単には勝負できません。慎重に、慎重に。しかし、四球を与えればチャンスを広げる。ストライクを投げれば、ホームランの起点がある。まさに逃げ場のない状況です。そして、投手が選んだ一球、外角へ投じられたボール。大谷翔平は一瞬だけ見送る。観客から大きなため息。ところが次の瞬間、甘く入ったボールを、大谷翔平が待っていました。バットが一閃。またか、打球は鋭く伸びていく。外足が追う。しかし、その足は途中で止まりました。届かない。4本目。スタンドが再び大爆発です。もはや歓声という言葉では足りません。観客は叫び、立ち上がり、互いに顔を見合わせる。信じられない。本当に起きているのか。そんな表情です。そして海外 SNS にも、次々と反応が広がっていきます。一体何が起きているんだ。こんな試合は見たことがない。大谷翔平を止められない。そんな驚きの声が飛び交い、試合そのものが世界中の注目を集めていく。しかし、
ここで終わればまだ良かった。試合終盤、大谷翔平が再び打席へ。すでに4本。普通なら、ここまで来れば十分です。ところが、大谷翔平の表情には、まだ何かを狙っているような雰囲気がありました。球場がざわつく。投手がサインを確認する。捕手が構える。そして、投球。大谷翔平が踏み込む。打った。またしても完璧な打球です。高く舞い上がる。外野スタンドへ向かって伸びていく。そして、入った。5本目。球場は完全に騒然となりました。5本。誰もが信じられない数字を口にする。1試合で5本。それだけでも、とてつもない出来事です。ところが、ここからさらに異変が起きます。スタンドの一部では、興奮があまりにも大きくなり、観客の動きが激しくなっていきました。警備スタッフが動き始める。球場内の空気が少しずつ変わっていく。そして8回終了後、なんと、過激な行動をとった一部のファンが退場させられる事態にまで発展します。大谷翔平の一打に熱狂するあまり、スタンドの興奮は収まりません。球場内では驚きとざわめきが入り込んじる。一体、この試合はどこまで行くんだ、そう思った瞬間でした。スコアボードを見つめる観客。そして、もう一度、大谷翔平の名前を確認する。残された可能性は、あと一つ。もし次の打席で、もし、もう一度スタンドへ運べば、前代未聞の数字が生まれる。球場全体が、その瞬間を待っています。8回を終え、試合は最終局面へ。そして、大谷翔平に残された打席が訪れようとしていました。誰も席を立たない。誰も目をそらさない。カメラも、大谷翔平から離れない。次の一球で、歴史が変わるかもしれない。そんな緊張感の中、大谷翔平がゆっくりとバッターボックスへ向かいます。そして、投手が腕を振った。球場中の時間が、止まったように感じられました。そして、最後の瞬間がやってきます。ロサンゼルス、ドジャース対ピッツバーグ、パイレーツ。ここまで大谷翔平は、すでに5本のホームランを放っています。5本。それだけでも現実とは思えない数字です。しかし、球場に残された空気は、なぜか、まだ終わっていない、と語っていました。観客は立ったまま、スタンドのあちこちから大谷翔平の名前が響きます。相手チームも警戒している。ベンチも、守備陣も、そしてマウンドに立つ投手も、その瞬間を意識している。もし、ここで1本出れば、1試合6本塁打。誰もがその可能性を考え始めていました。しかし、野球はそんなに簡単ではありません。投手は簡単に甘い球を投げない。低め、外角、そして、打者のタイミングを外すボール。1球目、大谷翔平は見送ります。観客から小さなどよめき。2球目、またしても際どいコース。大谷翔平はバットを出さない。カウントが変わる。そして、いよいよ追い込まれていく。スタンドの声も少しずつ小さくなっていきます。誰もが固唾を飲んで見守る。そして、投手がセットに入る。捕手がサインを出す。大谷翔平がバットを構える。一瞬の静寂。そして、投球、来た。大谷翔平が踏み込む。振り抜いた。打球音が響いた瞬間、球場全体が動きました。打球は高く上がる。高い。まだ伸びる。外足が後ろへ下がる。しかし、もう追いつけない。ボールがスタンドへ消えた瞬間、球場が一気に爆発しました。6本目、大谷翔平、1試合6本塁打。まさに、誰もが目を疑うような瞬間です。観客は立ち上がり、叫び、拍手が鳴り止まない。ベンチからも選手たちが飛び出してくる。大谷翔平はゆっくりとベースを回る。その姿を、すべてのカメラが追っています。そしてホームへ戻った瞬間、再び球場が揺れました。ここまでの5本でさえ、十分すぎるほど異常だった。しかし最後の1本が加わったことで、試合そのものが別次元へと変わってしまったのです。1試合6本。その数字を見た瞬間、観客の表情からは驚きが消えません。本当に6本打ったのか。そんな言葉が飛び交う。海外 SNS も覆われ、驚き、興奮、戸惑い、様々な反応が一気に広がっていきます。そして、この試合で忘れてはいけないのが、スタンドの異常な盛り上がりです。大谷翔平のホームランが飛び出すたびに、球場は大きく揺れました。その興奮が極限まで高まった結果、8回終了後には一部の過激なファンが退場する事態にまで発展。まさに、
試合そのものが一つの巨大なイベントと化していました。しかし、最後に残ったのは、やはり大谷翔平の名前です。1本目、2本目、3本目、4本目、5本目、そして6本目、そのすべてが、この一夜を特別なものにしました。ロサンゼルス、ドジャース対ピッツバーグ、アイレーツ、この試合を見た人々が、後から振り返るとき、きっとこう言うでしょう。あの夜、球場で何かとんでもないことが起きた、と、観客の大歓声、海外 SNS を駆け巡る驚き、8回終了後の異例の退場劇、そして、1試合6本塁打という勝利、すべてが重なったことで、この試合は単なる1勝1敗の記録ではなく、強烈なインパクトを残す一夜となりました。そして何より、最後の打球がスタンドへ消えた瞬間、球場にいた誰もが同じ方向を見ていました。大谷翔平、その名前を、まさに、野球の常識を超えるような一夜、そして、最後まで目を離せない試合となったのです。試合が終わった。しかし、本当の意味で、この一夜が終わったわけではありませんでした。球場を包んでいた異常な熱気は、試合終了の瞬間になっても簡単には消えません。観客席では、まだ大谷翔平の名前を叫ぶ声が響いている。スクリーンには、この日生まれた数々の場面が映し出される。1本目、そして2本目、3本目、4本目、さらに5本目、そして最後に、6本目、映像が流れるたび、スタンドから再び歓声が起こります。まるで観客が、今起きた出来事をもう一度、自分自身に確認しているかのようでした。本当に、こんなことが起きたのか。その驚きは、球場の外へ出ても終わりません。海外 SNS では、試合直後から大谷翔平をめぐる投稿が一気に増えていきます。驚きの声、興奮の声、そして、信じられないという反応。画面には、ホームランの瞬間を切り取った映像や写真が次々と並んでいきます。特に注目されたのが、最後の一打。あの瞬間、球場の空気が一変したことは、映像を見れば誰の目にも明らかでした。打球が上がった瞬間、観客が立ち上がる。外足が後ろへ下がる。そして、ボールがスタンドへ消える。次の瞬間、爆発するような歓声。その一連の流れは、まるで映画のワンシーンです。しかし、これは映画ではありません。実際の球場で起きた出来事として、多くのファンが目撃していたのです。さらに、この試合ではスタンドの熱狂も大きな話題となりました。大谷翔平の打席になるたびに、観客の視線が集中する。ホームランが出れば、球場全体が揺れる。その興奮が極限まで高まった結果、8回終了後には一部の過激なファンが退場するという異例の見解まで起きました。もちろん、試合の主役はあくまでグラウンド上の選手たちです。それでも、この日のスタンドがどれほど異常な熱気に包まれていたのか、その出来事が、それを物語っています。そして時間が経つにつれて、ある数字が何度も繰り返されるようになります。6、わずか一つの数字。しかし、その意味はあまりにも大きい。大谷翔平、1試合6本塁打。観客が驚き、SNS が騒然となり、球場全体が揺れた理由。その中心にあったのは、一本のホームランだけではありません。次々と積み重なっていった打球。その度に膨らんでいった期待。そして最後に、その期待をさらに上回る一打が飛び出したことでした。だからこそ、この試合は最後まで目を離せなかった。1本目で驚き、2本目で疑い、3本目で確信に変わり、4本目で球場が騒然となり、5本目で誰もが歴史的な瞬間を意識する。そして6本目、すべてが頂点に達したのです。大谷翔平がベースを回る姿を見つめながら、観客は何を思ったのでしょうか。驚きだったのか、興奮だったのか、それとも、この瞬間を見られてよかった、という感情だったのか。おそらく、その全てだったはずです。そして試合後、球場を後にするファンの間でも、この日の出来事が語り続けられます。6本だった。最後の一発がすごかった。スタンドの盛り上がりも異常だった。そんな声が飛び交う。誰もが同じ試合を見ていたはずなのに、それぞれの記憶に残った瞬間は違う。しかし、一つだけ共通していたものがあります。それは、大谷翔平から目を離せなかったということです。試合開始から最後の打席まで、一球ごとに期待が高まり、一振りごとに球場の空気が変わる。そして最後には、誰もが想像していなかった数字へ到達する。これほどまでに劇的な展開が続けば、試合終了のホイッスルが鳴っても、
興奮が冷めないのは当然です。むしろ、ここからです。この一夜を目撃した人々の反応が、さらに世界へ広がっていく。海外 SNS では、新たな映像が投稿されるたびに再び注目が集まる。そして、ある瞬間から、ファンの間で同じ疑問が浮かび始めます。次は、一体何を見せてくれるのか。その答えは、まだ誰にもわかりません。ただ一つ確かなこと。この夜、大谷翔平はまたしても、観客の想像をはるかに超える存在感を見せつけたのです。そして球場を包んだあの歓声は、試合が終わった後も、しばらく誰の耳からも離れませんでした。まさに、忘れられない一夜。その余韻だけが、静かになった球場に残されていたのです。